麺を入れちゃいます。もう卵黄。どうも、おすぶたです。ということでですね、今回は9月にも入りましたけども、皆さん夏場のうちにいただいたそうめんとか買ったそうめんとかまだ余ってませんか？今回は1年中通してそうめんが食べられる超お助けレシピでございます。そうめんって賞味期限が長いんですよ。実はね、そうめんって2年ぐらいあるんですよね。じゃあそうめんって買って何年も持つんであれば年中食べてもいいぐらい使えるレシピがあっていいんじゃないかと。今回は10月、11月、12月にも使えるレシピでございます。温かいそうめん、油そば風に食べる豚油そばです。これね、ガチうまいですから。ということで、そうめんを温かくして食べるためにはどうすればいいかっていうような、これをね、やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、材料はですね、簡単でございます。豚バラ 90g、 卵1個、あとそうめん。僕いつも手延べのをやってるんですけども、安いちょっと太めのそうめんでも全然平気です。なんですけども、太めのそうめんの場合はね、茹でる時にちょっとね、お湯にお酢入れるといいんですよ。まあそれはね、やる時に安いそうめんだったらこうすればいいよっていうのを言ってきますね。じゃあやっていきたいと思います。ということで、この行事、僕の一部のファンの方が、もうほんとごく一部、多分 10% ぐらいの方々が待っているんで、やっていきたいと思います。豚油そうめん、ね、年がら年中通して食べられるそうめんを作る上で何が必要か。やっぱり年がら年中飲めるものを飲んでいくことが大事だと思うんですね。それはこちらになります。今日の氷占い説明しよう。今日の氷占いとは、氷がなんか入ったあれで皆さんの運勢を占う。いきますよ。よし、オリンピック目指そう。いきます。すいません皆さん、末吉でございます。末吉ぐらいのいいことってなんだろうね。自販機のお釣り口でお釣りより多いお金が返ってくるぐらいですかね。なんか幸せですね。あとなんかスタバとか行って座った席がちょっとほんのりあったかかったり、そんな良さです。でも皆さん安心してください。このチャンネルを見ていただいただけで、こんな茶番に付き合っていただいているだけで皆さん大吉でございます。もう絶対このレシピを作れば美味しい料理が食べられますので、それだけで大吉だと思ってください。安心安心しろ。ということで皆さん乾杯。じゃあやっていきたいと思います。はい、じゃあやっていきたいと思います。まずね、ちっちゃいフライパンにごま油小さじ1杯でサラダ油小さじ1杯。なんでごま油が小さじ2杯じゃねえのかって思ったら、あんまりごま油の香りしすぎても豚の香りとかそうめんの小麦の香りとか阻害するんで、今回はごま油小さじ1杯だけ入れます。ここで豚バラのラードもね効いてくるんですよ。でこれなんですけど、今回せっかく包丁使ってないんでちぎる。はい、豚バラの場合ね、人間の手で引きちぎれるんで肉ちぎってくださいね。手だけちゃんと洗えばいいね。入れたらちょっとほぐしてくださいね、これね。でこうするとごま油とサラダ油とプラス豚バラなんてラードも出てくるんですよ。これが豚の脂がねジュクジュクジュク出てきてうまい。これがそうめんにね絡んだ時に最高のポテンシャルが発揮するんです。で、豚バラ炒めました。こっからねちょっと火止めていいです。火止めて醤油ね小さじ2杯ね。でタレ作っていきます。ここでオイスターソース小さじ2杯、そして砂糖小さじ4分。落ちてます。はい。で甘みつけます。醤油とオイスターソースを半々でやるとすごくね、油そばっぽいような、味付けになります。そしたらここにうまみ123、豚肉のイノシン酸とすごく相性がいい味の素のグルタミン酸を、注入していきます。そして、黒胡椒。もう黒胡椒はねもうガンガン入れちゃう。ガンガンもう思って3倍3倍。そしたらもうこれは OK なんで別のところに置いておく。そしてそうめん茹でます。で今回は油そば風にして、そうめんを食べるってやり方するんですけども、ここで、ちょっとね裏技に近いものをちょっとやろうかな。これって安いそうめんを食べる時にも使えるんですけども、手延べそうめんの場合はね、やってもいいしやらなくてもいいんですけども、今回は手延べなんですけども1リットルぐらいのお湯なんですよ。でここにお酢ね小さじ2杯ぐらい入れる。でそうすると茹でるお湯が酸性になるんで麺がねよりプリプリになるんですよね。今回は手延べそうめんなんでやる必要もないんですけども、これをやるとさらにプリッとした食感になる。コシがねすっごい出るんですよね。安いそうめんを使う時もやれる手法なんで、コシが欲しい方やってください。で今回はこれで
れで茹でていきます。で茹でるとき、すごく大事なのは表示の半分で茹でてください。茹でますからね。はい、ということで茹でありましたので移動します。お湯捨てます。お酢を入れたお湯で、やったそうめんをね洗います。お酢の味っていうのは洗う時にほとんど溶けちゃいますんで、味にほとんど影響ありません。今回は冷やしていくんじゃなくてあったかくして食べるんですけども、そうめんの粉を洗い流してからやるのがポイントなんですね。洗い流してから冷やすことにより麺にコシが出ますね。これもまたそしたらギュッと、水気絞ってください。この麺を温かくして油そば風にします。はい、そしたら火つけます。火をつけて麺を、入れちゃいます。もう火つけて絡めちゃう。そうするとあったかくて美味しい油そば風そうめんになる。フライパン冷めてると思うんで強火でいいですよ。これ強火でどっちかというと麺を温めるようなイメージですね。肉もたっぷり入っててうまそうだなこれ。好きな方はねこの時点でちょっとおろしにんにくとかおろし生姜とかそういうね、香りのあるものを入れてもいいです。でジューッといってくると麺温まってくるんで、麺が温まったなと思ったらこいつは盛ります。じゃあ持っていきます。まず麺ですね。豚油と絡んでね、そうだな。俺だったら肉とかもやってもいいんだけど、でもなくても全然うまい。和風のあえそばみたいな感じになってね、こんな感じで、はい、こんな感じでございます。はい、そしたら鰹節パラパラっと。今回はねニンニクも使ってないんで鰹の香り大事にします。で、はい、ネギ、黒胡椒で黒胡椒で香りつけて、であと卵黄ね、卵黄、で卵白はねスープにする。ここにあと水大体 150cc ぐらいね。オイスター小さじ1杯ぐらい、醤油小さじ1杯ぐらい、味の素12344でごま油。はい、これで、レンジに少し入れる。大体 1,2 分。そうすると、卵白がふわっとしたスープになります。そしてここに最後ここに、はい、こちらでスープはまだですけど、最後に美味しい豚油そうめん完成です。はい、それではできました。いただきます。ありがとうございます。卵黄の絡まったところをいただきましょうか。一回ね流してあるんでひっついてないんですよ。普通にやるとねめちゃくちゃひっついて団子みたいになってるんですよ。うまっ。なんだこれ、めちゃくちゃうまいんだけど、豚もすっごく柔らかくて味が染みてんだけど、そうめんの食感すごい。タレがうまい。鰹節で風味が倍増されててニンニクなくてもめちゃくちゃうまい。卵白スープも今回中華スープバージョンですね。卵白スープもいつ飲んでもうまいな。電子レンジはこれが作れちゃうんだったらやった方がいい麺。もっとねゴリッゴリにね硬い麺が好きな方は茹で時間もう15秒ぐらいにね短くしてもいいかもしれないけど、味変カームチェンジしちゃおうかな。お酢です。少し合うわ。合う。油そばにちょっと酸味効いててもうまいよね。酸味っていう観点でいくとマヨネーズね。マヨネーズもほんと美味しい。ということで食べちゃいます。じゃあ乾杯。乾杯。それさっきの撮影で飲んだやつじゃないの？まだ残ってる。俺も俺で仕事やってるから。酒飲んでても仕事できるから。前だけだよ。いただきます。匂いもいいね。何このタレめっちゃうまいじゃん。虎の子のタレです。普通のそうめんそろそろ飽きてきたからこういうの欲しかったよ。そうめん何がいいかっていうと、茹でるのが早いから、普通の中華そばとかよりも重い腰が上がる。だって1分よ。もっと短くて45秒とかでもいい。これ男の子絶対好きです。男子男子これ男子ちょっと男子ちゃんと掃除してよ。委員長キャラのちょっと酢を垂らして。どうぞ。大正解だね。和風こってりじゃん。だからここの醤油とオイスターソースの油っ気にお酢を足す。俺お酢ありの方が好きかも。お酢のさっぱりした感じ。さっぱり感が今の気分で合ってる。お互いもうアラフォーだしな。お酢の力が最近分かってきた。昔はもう油食ってればいいと思ったけど。そうだね。なんだこれニンニク欲しかったよね昔はね。まああってもいいけど、まあニンニクはもう各自で入れてください。本当におじさんたちはもう生ニンニクだとね結構くるからね。そうだね。あとコメント欄が荒れるっていう。
ニンニク入れすぎですたまにはニンニク入れないよ、だから入れなくても美味しいですよ、入れてもいいですよっていうような感じでやった方がいいかもしれないんだけど、そうするとニンニク好きな人からしてみたら、いや入れなくて美味しいんだったら入れても美味しい、いやどうなんだろうみたいな、恋の過激と同じですね。そうなんですか。今のフレーズの恋の過激を一切感じなかったですけど、ということで、今回の豚油そばぜひ作ってください。すいません皆さん、末吉でございます。はい、末吉なんで、なんか駅で人とぶつかるかもしれないです。はい、あ、でも末吉だからそんな悪いことだけじゃないのか。なんだろう、末吉ぐらいのいいことってなんだろうね。